総理は20日に行われた衆院本会議にて国民感情を逆なでしてしまう発言をまたも行った。所得税の定額減税について、コロナ禍に耐えた2年間、国民が納めた所得税の増収入りで 3.5 兆円に相当する件について、物価高で苦しむ国民に対し、税の形で分かりやすく返す趣旨と説明した上で、税金が戻ってくるという意味で還元そのものだと話した。しかしながら2023年度の補正予算案は歳入の約7割を国債に頼る形となり、減税は実質借金による還元とも言える。このことで党内からもセンスがないなどの声も聞こえてきている。財務省からも税収増分は使用済みで還元の原資はないという。還元は財源論ではなく国民にどのような配慮をするのかの観点で論じるものだと鈴木財務省。全くその通りである。結局、国債に頼る形でバーゲンを行うわけだが、その分、どこにしわ寄せが来るのかは想像通りであると言える。少し脱線してしまうが、別に少子化対策の財源として検討している支援金に関しても批判は募る一方である。簡単に内容を説明するが、公的医療保険料に国民1人当たり500円の負担増とする内容。支援金とは聞こえが良いなばかりで、またも増税である。低所得者の負担軽減措置を設けるとはいうものの、低所得者の国民健康保険加入者1400万人と高齢医療対象の1200万人の2600万人。負担軽減措置を設けるのは当然のことではあるが、現役世代の負担増となるわけだから少子化対策につながるとはとても思えない。机上の空論というが、まさにその通りである。数字をパズルか何かと勘違いしているのではないだろうか。ますます雲行きが怪しくなってきた岸田政権。支持率も 20% 台まで低下し危険水域と言われているが、やることなすことすべて裏目に出ていて、説明責任も行わない総理に対して SNS 上だけでなく他方面からも評価しないという声が圧倒的である。デフレ脱却のために賃上げを行うとしているが、大手企業の集計だけでなく、末端に至るまで精査し、リアルな数字のもとに国が置かれている現状を把握した上で改めて減税処置を考えてほしいものである。